赤羽駅西口を進んだ先、丘陵地帯にあるヌーベル赤羽台。ここは少し前まで都内有数の公団団地、赤羽台団地だった。今回は敷地内にある UR 街と暮らしのミュージアムをメインにお届けするが、以前の赤羽台団地の古い銃刀が残っていた頃に何度か訪れ写真を撮っていたので、前半に旧赤羽台団地、後半に街と暮らしのミュージアムという構成でお届けしようと思う。丘の上の団地、かつては陸軍被服本省だった土地で、戦後は接収されアメリカ軍の工場になり、返還後に赤羽台団地が完成。全55棟。完成当時は23区で最大の公団団地であり、8棟のスターハウスが並ぶ団地マニアにとっての聖地だった。私が初めて訪れたのは2016年だが、その時はまだ古い板型銃刀も多く残っていて、スターハウスも全8棟が健在だった。スターハウスはこの時点で近々解体されると聞いていたので、現役のうちに内部もお邪魔しておいたのは良かった。中央に三角の螺旋階段があった。これは入ってみないと知れなかったことだ。赤羽台団地の頃の案内図。南側に8棟のスターハウスが確認できる。銃刀は順次解体されていて、こちらは左の33号棟が工事用バリケードに覆われていた。こちらもおそらく近々解体されるといった状況に見える。公園遊具も古いまま残っていた。クラゲ公園、お化け公園など個性的な遊具があった。公園遊具とスターハウス、今やなかなか拝めない風景となってしまった。印象的だったのがこのライオンのいた公園。先頭のオスライオンの目からはまるで涙を流しているような哀愁が漂い、今でも忘れられない光景である。さて、現在のヌーベル赤羽台だが、まるで別世界の巨大な未来都市となっている。江東区東雲のキャナルコートのような光景となっていて、面影がなくてびっくり。
丘の上で日当たり良好、地盤も強固の一等地。家賃も想像通りだが人気は高く、第7次募集も終了したという。2006年に A 街区が竣工し、一番新しい E 街区は2018年に竣工している。こちらがヌーベル赤羽台の案内図。赤く色付けされた部分に注目すると、スターハウスが3棟現存しているのが確認できる。そう、今回のメインはこちら、UR 街と暮らしのミュージアムである。2019年に旧赤羽台団地のスターハウスを含む4棟が団地としては初の国の登録有形文化財に登録された。そして保存10棟4棟に加え、新たにミュージアム棟が完成。UR 街と暮らしのミュージアムが開館したのだ。ミュージアムは事前予約制で、かつて存在した著名な団地の部屋が完全な形で移築・復元されている。団地好きなら必見の興味深い施設なので、予約し、ようやく訪れた次第である。それではお届けしていこう。ちなみにミュージアム内は当時の写真など一部撮影禁止のものもあるが、復元された部屋などは撮影可能である。まずは同潤会代官山アパート。1923年に発生した関東大震災の住宅復興のために設立された同潤会が建設した我が国における初期の本格的鉄筋コンクリート造の集合住宅だ。独身住戸は居室と作り付けの寝台のみのミニマムな作り。トイレ、風呂、炊事場は共同だ。世帯住戸は 2K。 こちらは炊事場とトイレもあり、続いては UR の前身、日本住宅公団が建てた後の団地のプロトタイプ、1957年竣工の板橋区蓮根団地だ。最大の特徴は後のスタンダードとなる 2DK という間取り。バルコニーに面したダイニングキッチンは日当たりも良く、備え付けのテーブルや食器棚など使い勝手が良さそうだ。続いて晴海高層アパート。複雑な構造のため模型と案内図を使って解説してもらった。
ステップ形式と呼ばれるエレベーターの停止階を3フロアに1フロアだけとする構造。こうすると停止階以外の住戸の間取りが広く取れるのだという。ただ停止階以外の住人はエレベーターを降りた後にさらに階段で移動するという手間があり、こちらのミュージアムでも階段が移築されていて、当時の移動感覚を味わうことができる。この晴海アパート、銀座からも近いことで、銀座の店のママさんたちにとっても花形物件だった。廊下のない階の住戸は確かに開放感があり、団地としては初めてのステンレス製流し台や洋式トイレなど現代的。今見ても十分住んでみたいと思える部屋だ。王子の高級感を感じることができる。最後は1957年竣工の玉平団地テラスハウス。2階建て構造が連続するテラスハウスもれっきとした団地の一種。土地面積が必要なため郊外に建てられる傾向にあるタイプ。1階にキッチンと居室、2階に居室2つの 3K、 そして庶民の憧れ庭がついているのがメリットだ。館内には当時の写真もたくさん展示してあり、こちらはお届けできないが楽しそうな写真が並んでいる。団地のさまざまな設備が展示されている写真映えエリア。ドアから窓枠、洗面台や外観の装飾なども実物だ。団地好きのみならず楽しい展示だ。かつての名団地の内観の実物が見られる貴重な施設。いわば時空を超えたモデルルームだ。我々はなぜ団地に惹かれるのだろうか。その答えが少し見えた気がした。